ぜひこれを見たメーカーの広報の方、新型が出た際にはですね、マサチャンネルにオファーをいただけたらありがたいかなというふうに思っております。これ、そうだそうだって思ってる人たくさんいると思うんで、そうだと思った方はちょっとコメントでね、そのメーカーの人ぜひマサチャンネルに貸してあげてくださいってちょっと書いてください。ぜひ。マサチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。マサチャンネルのマサです。皆様お元気でお過ごしでしょうか？どうですか？懐かしいですね。JA60 のクロスカブを納車した時の動画ですね。ちょっと懐かしいですね。というわけでですね、今日はですね、2023年、昨年ですね、2023年シーズンにレンタルしたバイクのまとめ動画をですね、作っていきたいと思っております。2023年のシーズンにお借りしたレンタルバイクはですね、19台になりました。19台ね、僕ちょっとね、バイクジャーナリストみたいな形じゃないので、全部自腹で借りてるんですよ。なのでね、ちょっとね、協力していただいているお店もあります。実はね、元奥レンタル大宮差し置き店さんはですね、ご協力をいただいております。本当にいつもありがとうございます。でも他のところはね、普通にユーザーとしてお借りしてるので、だいたい1台借りると2万円かかりますね。それをね、約20台借りるっていうのはですね、非常にですね、厳しいんですよ。なのでですね、わずかながらの Google 先生からの広告収入がですね、非常に助かっております。全然足んないですけどね。なのでですね、できれば、今、この動画を見られてて、チャンネル登録をされていない方、すいませんが、チャンネル登録にご協力を、この通りでございます。よろしくお願いいたします。それでですね、2023年に乗ったバイクの中で、ネイキッド何台とかあるんですけれども、ネイキッドが5台、SS が2台、スクランブラーっていうのかな、1台、クルーザーが1台、そして、マサチャンネルが大好きなアドベンチャー、1、2、3、4、5、6、7、8台。やっぱね、好きなバイクがちょっと中心になりますよね。趣味でやってるんで、そういう内訳になってるんですけど、まずこの変わり種というかね、CL500。これは何ですか？スクランブラーっていうんですかね。ちょっとオフテイストのバイクなんですけどもね、実はね、この CL500 自体に興味ももちろんね、かっこいいなとは思うんですけど、すげえこのバイク買いたいな、乗りたいなとかっていうバイクではないんですよ。実はね、この CL500 のこのエンジンですね。これはね、レベル500にも乗ってて、もともとめちゃめちゃ評判が良いエンジンなんですけども、このエンジンがどうかなっていうのすごく気になっていて、めちゃくちゃいいです。ちょうどいいですね。とにかくね、上の回った時の音とか、もすごく気持ちいいし、下もすごく強いしですね、めちゃめちゃ乗りやすいと思いますね。ただね、ちょっと気になったのが、足つきですね。足つき全然悪くないですよ。クロスカブと同じぐらいのシート高なんですけども、もうね、足を出すところに、これでもかっていうぐらいにですね、ステップがありまして、ちょっとそこをね、前後に避けたりとかできれば、そんなに足つきは問題ないんですけども、ステップの外に足をつこうと思うとですね、ちょっと足つきが良くないかなという感じがしたバイクですけども、とにかく乗りやすかった。お尻が痛くなるっていう結構ね、評価が多かったですけど、僕はそうでもなかったですね。シート単体はね、やっぱり痛くなるのかもしれないけれど、僕お尻が痛くなるかならないかの大きなところっていうのは、ライディングポジションの自由度だと思うんですよ。結構 CL って長くて、前にも座れる、後ろにも座れるっていうシートなので、痛くなった時にお尻ずらせるんですね。なので僕は CL500 は痛くならなかったなっていう印象ですけど、とにかくね、乗りやすい。そしてエンジンが素晴らしいという印象でした。
そしてね、もう一台変わり種としては、これはね、本当に僕の憧れ。本当にね、これを乗りたくてバイクの免許を取ったと言っても過言ではないバイクなんですが、それはもう過去の話で、20何年前、本当免許取り立ての時の話なんですけれど、そのね、気持ち、その時のこうピュアな気持ちをね、すごく思い出させてくれたバイクなんですけど、ハーレーのアイアンパパさんですね。これはね、ぶっちゃけ、今回約20台乗ったバイクの中で、一番気持ちよかったかもしれないです。一番気持ちよく峠を走れたかもしれないです。一番気持ちよく高速を走れたかもしれないです。これはね、やっぱりバイクって性能じゃないんだなっていうのを、すごく感じたバイクでしたね。やっぱりね、バイクらしさ。もうこれでもね、もうほんと最後の最後の生産中止になる直前のパパさんなので、相当よくできてるんだと思うんですよね。だけど、さらにこう古いやつになるとキャブ車だったりとか、それからリジットマウントって言ってエンジンがね、直接フレームにこうくっついてるエンジンだったりとかして、もっと振動を感じたりとかするような感じみたいなんですよ。だからそっちの、もう本当にハーレーらしいハーレーを乗ったわけじゃないので、それで、パパ様はこうでしたっていうのもあれなんですけど、まあこれしか乗ったことがないからね、ハーレーは。ただとにかく癖があって、バイクらしくて、このバイクに憧れてたんだなっていうのをね、すごく思い出させてくれたバイクだし、やっぱりこう性能がどんどんバイクって上がってると思うんですね。峠のスピードだったりとか、それからまあスロットルバイワイヤーになったりとか、いろんなところがプラスになってて、乗りやすくなってるのは確実に乗りやすくなってると思うんですけども、その中でもね、なんか心地いい乗りにくさみたいなバイクらしさっていうか、バイクらしい癖というかね、そういうのをね、すごくこう思い出させてくれたようなバイクでした。なので、ハーレーって、今のハーレーはわかんないけど、昔のハーレーってやっぱり一度乗ったら、今また乗りたくなるっていうのすごくよくわかる感じがしますね。それからね、はやぶさ。これはね、全然乗る気なかったです。乗る気はなかったんですが、実はその Z900RX を借りたんですよね。でそれはまた後で話するんですけども、そこと同じ場所にはやぶさのレンタルがありまして、はやぶさだ、乗ってみようみたいなね、感じのノリだったんですけど、実は、ちょっとはやぶさってでかいでしょ。でかくて重くて、なんか扱いやすいとは書いてあるけど、あんなでかいの扱いやすいわけないじゃんみたいな。特に僕は一応クロス株主ですからね、それから言ったらあんなクソでかいバイク扱いやすいわけないじゃんみたいな感じで思ってて、ちょっとこう乗れんのかなみたいな、ちょっと怖さもあって、ちょっと遠慮してた部分もあるんですけど、ちょっと大型バイクをちょろちょろレンタルで乗らせていただいて、その流れでね、勢いで乗ってしまったっていう感じなんですけど、まあ乗りたかったんですよ。どんなバイクなんだこの世界一のバイクはっていうところですね。でね、やっぱね、僕にとっては超絶遠いハンドル、足つきはいいけど超絶重いスロットル、上げ側下げ側のクイックシューターがついてるとはいえ、クソ重たいクラッチ、いやーすごいなと思いましたね。ただね、あっけなく乗れるんですよ。あっけなく乗れちゃうぐらい乗りやすいんだけども、いろんなところがね、硬くて重くて、このバイクでロングツーリング行ける人どういう人なんだろうみたいなね、僕もうここが痛くて、ここがこう持ち上げてなきゃいけないから、首とそれからやっぱりこうね、肩と非常にきつかったっていう、まあ慣れなのかもしれないです。慣れれば慣れんのかもしれないけど、ちょっと俺には厳しいかなっていうバイクでしたけど、でもこれでね、すごく長い距離行ける方は行けるわけだから、慣れなのかもしれないかななんて思いながらね、乗ったバイクでした。とにかくね、規格が、ちょっともう、異次元で、もうゴリラ級で、
1万1000ぐらいからレッドゾーンなんですけど、8000回転で一足で100キロぐらい出ちゃうし、なんかちょっと意味がちょっとわからない感じでもなんかこういうバイクもあるんだなっていうところを経験できたっていうところと、その300キロ出ちゃうようなバイクがですね、峠が普通に気持ちよく走れたりとかする、なんだろうな、なんかいろんな面を持ち合わせたバイクだなという感じをね、すごく受けたバイクですね。そしてですね、SS をね、今年乗ろうというところをですね、去年乗ってないんですね。で、SS がね、僕GSX125R ですね。あれがですね、僕の中でもきつすぎて、ちょっとね、トラウマになってるんですよね。もうね、手首がもうこんな低いハンドルで、手首がもう痛くなっちゃって、もうどうにもならなかったんですよね。で、まだレンタルし始めてすぐだった3年ぐらい前なんで、まだ乗り慣れてなかったっていうのもあるんですけれども、本当にきつくて、すげえ速くてすげえ楽しいバイクだと思うんだけどね。でしかもこうコーナーで、125だからっていうのもあるんだけど、倒した時にもう軽すぎちゃって、もうなんかこう、バーッとフルバンクまで全然行かないんですけど、行ったところがもうふわふわ軽くて怖くて、これはもう俺は乗れねえやみたいな、怖くて SS はダメだなみたいな感じの、ちょっとこう反トラウマみたいな感じがあって SS 避けてたんですけど、今年 ZX4R が発売になって、400cc で80馬力。やっぱりね、90年代、80年代の 400cc のフルチューン、メーカーが威信をかけて、作ったフルチューンのエンジンと同じぐらいのパワーが出てるってことで、これはちょっと一回乗ってみたいなっていうところがあってですね、ZX4R をまず乗らせていただいたんですね。で、ZX4R 乗ったら、ZX25R 乗んなきゃダメでしょみたいな感じで、それもね、元オークレンタルさんにあったんで、2台乗らせていただいたんですけど、これはね、びっくりした。このね、SS の、その GSXR125R ね。GSXR125？ まあいいや。それを乗った時のトラウマみたいなのをですね、すべて洗い流せた感じがしました。とにかくね、川崎さんのバイク僕ね、Z650 乗った時も思ったんですけど、とにかくね、男川崎って言うじゃないですか。いや、もうね、男川崎っていうのはね、もったいないぐらい、とにかく柔らかくて優しくて、乗りやすい。川崎のバイクってこんな乗りやすいんだなっていうのをね、僕はいつもそう思うんですけど、この、ね、ZX25R、ZX4R に関しても、SS とは思えないようなね、割と長距離に行けてしまうんじゃないかと思えるようなポジション、それから 25R なんか特にそうなんですけども、やっぱり18000回転、9000回転回るようなエンジンで、下がやっぱり弱いじゃないですか。だけどね、本当にこうスロットルアシスト的な感じのがついてたりとか、すごい乗りやすく作られてるんですよ。足つきも本当良かったし、ちょっと長期でっていうか、一泊とかで借りて、ロングツーリングに行ってみたいと思わせてくれたバイクなんですよ。なのでね、なんかアドベンチャーじゃないと長い距離乗れないみたいなイメージが僕の中ではあるんですけど、特にね、ZX25R、あれでね、ちょっとね、ロンツー行ってみたいなーってちょっと今思ってるぐらい、すごくね、楽しい。もうとにかく楽しかった。SS に対するトラウマを全部洗い流して、そういうね、バイクでしたね。ZX、特に 25R の方ですね。ZX4R ちょっと速すぎちゃって、25R のね、ちょっとこう扱えるぐらいの感じがすごく良かったかなと思いますね。ネイキッドね、5台乗りました。CB400 スーパーフォア、Z900RS、CB1300 スーパーボルドール、GSX8S カタナ。結構いいラインナップでしょ。この中で新しいバイクといえば GSX8S ですね。で、刀はね、これちょっと別動画で上げます。もう上がってんのかな。本当はね、これ最新型を乗りたかったんですよ。これ GSX-S1000 でしたっけ？あれがですね、
バイワイヤーになったりとかモデルチェンジをした結果、刀もね、モデルチェンジしてるんですね。2021年 ?2 年とかにモデルチェンジしてるんですけども、僕はそのね、最新型を乗りたかったんですけど、某レンタルはねなや Q っていうところのレンタルでわざわざそれを見つけて、ネットでそのホームページ見た時には新型だったんですよ。で、家からもう100キロ近く走ってわざわざ借りたのに旧型っていう、いやーもうちょっとこれ許せねえだろうみたいな感じはちょっとあった事件がなんですけど、まあね、シート高とかはまあ同じなんで、まあそこそこバイクの特性とかっていうのは分かったかなっていう思うんですけど、やっぱりこの中では、やっぱもう何年も連続で大型バイクの売り上げ1位になっている Z900RS でしょうね。これは僕はクロスカブで8年ぶりにバイク界に復帰して、それで、あ、そうだ、俺って大型バイク乗れるんだって思って、今一番売れてるバイクって何なのって調べた時に Z900RS が出てきて、じゃあレンタルして帰るよって言ったらですね、一番近くのレンタル8193にあって、でお借りしたのが始まりで、初めてレンタルバイク史上ですね、2度目に乗ったバイクになるんですが、その時はもうクロスカブしか乗ってなかったし、もうかなり大昔に大型バイクを乗ったきり乗ってなかったんです。20年ぐらい大型バイク乗ってなかったから、ちょっと怖くて開けたりとかできなかったけど、ちょっと大型バイクに乗り慣れてきて、開けたりとかできるのかなと思ってお借りしたんですけど、やっぱね、開けられないよ。こんなね、210キロぐらいしかなくてね、110馬力ぐらいあるバイクをね、開けられるわけがない。だってね、パワーウェイトレシオで考えたらおかしなことになってるでしょ。200キロで100馬力って考えたら、100キロで50馬力でしょ。100キロで50馬力ってことは、クロスカブに 400cc のバリバリのエンジンが乗っかってるってことじゃないですか。無理です。本当に開けられないよ、このバイクは。なのに、めっちゃ乗りやすいっていう不思議なね、バイクで。でも、GSX-8S とか最新型のバイクなんですよ、Z900RS も。なんですけど、GSX-8S みたいな、本当に電子デバイスバリバリのものに比べると、昔のバイクっぽい癖みたいなのも残ってて、あ、これはね、売れるんだろうな。昔、ネイキッドとか乗ってた人がやっぱり欲しくなるんだろうなっていう、本当そういう感じがした。改めて乗ってもそういう感じがした。すごくいいバイクでしたね。で、それと正反対に GSX-8S。これはもう電子デバイスバリバリのバイクだったんですけど、コンパクトで軽くて、これもね、ほんと乗りやすいです。びっくりするぐらい乗りやすいのと、それから旋回性のこの軽さ、重量200キロしかないですからね。それもすごく良かったし、それから、実はCB400 スーパー4はですね、実はこれ僕教習所時代に乗ってないんですよ。もっと前の年代で僕は VF400 とかだったと思ったんですけどね。あんまりはっきりとは覚えてないんですけども。だから、CB400 スーパー4に乗って、この VTEC の感じとか 400cc ってどうかなっていう 400cc ちょっと避けてる部分もあって、ちょっと乗ってみたんですけど、もうね、本当にね、ちょうどいいっていう、開けられるし、峠とかでも、そしてVTEC のところのこの切り替わりのこの音のね、その気持ちよさ、それから操作性の素直さ、本当にね、これはやっぱりこれ売れるだろうなっていう感じですね。で、それを乗ったら、やっぱり CB1300 スーパーボルドールも乗んなきゃでしょ。これ白バイになってるし、ネイキッドの最高峰って言ってもいいバイクなので、これも乗らせていただいたんですけど、もうね、びっくりするような270キロっていうもうくっそ重たいバイクなんですけど、乗ったらね、さすがにこれはやっぱ白バイになるんだなっていうような感じがしました。とにかく街中のストップ&ゴー、それから U ターン、あんなクソでかいクソ重たいバイクで U ターンがあんなやりやすいなんて思ってなかった。びっくりしましたね。回しは鬼っぱやなわけだしね。ただこうガーンと開けた時のね、なんか唐突な感じっていうのがね、ないのよ。優しいのよね。不思議なバイクだなって思いながらね、乗ってました。
で CB1300 スーパーボルドーに乗った時に一番僕が印象に残ったのは、止まる時の直進、直立安定感。ふーんって止まった時に足が出ないのよ。どっちにも傾かないから。はっ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 ていう、もうまっすぐ、はっはっは、足パタみたいな感じ。あれはね、こう異次元でしたね。どんなに安定感のあるバイクでもあそこまで安定したバイクはあんまり今まで乗ったことがなかったです。すごい安定感のバイクだなというのが印象に残っています。そして刀はね、もうちょっと、これもね、化け物、ゴリラ、怪獣、もうちょっとこう異次元すぎちゃって、パワーとかが。ちょっともうよくわかんなかったですね。やっぱり100キロ、200キロちょっとの150馬力ぐらいのバイクでしょ。でもそれでも普通に扱えるところがすごいなと思うんだけど、とにかく怪獣すぎてちょっと意味わかんなくて。で、しかもあんなネイキッドなのに、とにかくシート高が高いっていう、こんな高くする必要あるみたいな、こんなにハードル上げる必要あるみたいな感じでね、なんかちょっとこう、すごいなと思うのともに、なんで高運気ハンドルなんだろうみたいな、もうあそこまでスパルタンだったらセパハネ出せばいいのにとか、なんかそういうような感じもしたバイクでしたね。ただやっぱり乗りたいっていう人はかなりいるバイクではあるので、ちょっと乗り手を選ぶかなという感じがしたので、僕刀欲しいっていう人は一回レンタルをして乗ってみることをお勧めいたします。ちょっといい意味でも悪い意味でも癖が強いバイクだなという感じがします。そしてですね、マサチャンネルといえばアドベンチャー。アドベンチャーといえばマサチャンネル。アドベンチャーバイクは1、2、3、4、5、6、7、8台乗りました。